大胆だなお前さん。補習の身分で俺らを呼びつけるか。で自分から声をかけてくるなんざ、そろそろ腹も決まったのか。おそらくお前の事情は汲めないだろう。それでよければ話すといい。お前の運のなさには同情する。成仏してくれな。ほら、男なら諦めが肝心だろ。なんだよ。お前さ、口の利き方に気をつけろよ。自分がどんな立場かわからないわけ。そっちこそ男らしい態度取れば、俺らの事情を素直に受け入れればいいじゃん。もしかしてさ、女とか？確かにそんな感じだな。体の線が女性的で柔らかいというか。そんなもんわかるか。普通女は袴なんて履かねえだろうが。お前の言う通り、せめて事情くらいは聞いてやるべきだろう。美人さんだとは思っていたんだが、まさか本当に女性だったとはな。女だって聞いてから見ると女にしか見えなくなってくるんだよな。しかし女の子を一晩縄で縛っておくとは悪いことをしたね。女だ女だって言うが、別に証拠はないんだろ。証拠も何も一目瞭然だろうが。なんなら脱がせてみるか。許さん許さんぞ。注目の中、女子に肌をさらさせるなど言語道断。それが一番手っ取り早いという。しかし本当に女だって言うなら殺しちまうのも忍びねえよな。男だろうが女だろうが、性別の違いは生かす理由にならねえよ。女性に限らず、そもそも人を殺すのは忍びないことです。今日の治安を守るために組織された私たちが無益な殺生をするわけには参りません。結局女の子だろうが男の子だろうが、今日の平安を乱しかねないなら話は別ですよね。
それを判断するためにもまずは君の話を聞かせてくれるか。そうか、君も江戸の出身なのか。父上を探して遠路はるばる京に来たのか。してそのお父上は何をしに京へ。なんだと。これはまさか弘道氏のご息女とはね。弘道氏の行方は現在新選組で調査している。あ、勘違いしないでね。僕たちは弘道さんを狙ってるわけじゃないから。同じ幕府側の協力者なんだけど、実は彼ちょっと前から行方知れずでさ。幕府をよく思わない者たちが弘道氏に目をつけた可能性が高い。生きている公算も高い。蘭方医は利用価値がある存在だ。弘道氏が見つかる可能性は君のおかげで格段に上昇しましたよ。ですが弘道氏の娘である君ならば身なりが変わっていようと看破できますね。あの蘭方医の娘となりゃ殺しちまうわけにもいかねえよな。昨べの件は忘れるって言うんなら父親が見つかるまでお前を保護してやる。君の父上を見つけるためならば我ら新選組は協力は惜しまんとも。殺されずに済んでよかったね。とりあえずはだけど。本来であればここのような男所帯より諸子代や会津藩に預けてやりたいんだが。不便があれば言うといい。その都度可能な範囲で対処してやる。まあ女の子となりゃ手厚くもてなさんといかんよな。新八さん女の子に弱いもんな。でもだからって手のひら返すの早すぎ。いいじゃねえか。これで豚書が華やかになると思えば新八に限らずはしゃぎたくもなるだろう。
大使として扱うのもまた問題ですし、彼女の処遇は少し考えなければなりませんね。なら誰かの故障にすりゃいいだろう。近藤さんとか三男さんとか。やだな土方さん。そういう時は言い出しっぺが責任取らなくちゃ。おお、都市のそばなら安心だ。そういうことで土方くん、彼女のことよろしくお願いしますね。てめえら。お前の身柄は新選組預かりとするが、女として屯所へ置くわけにはいかねえ。だからお前には断層を続けてもらう。面倒だろうが辛抱してくれ。たとえ君にその気がなくとも、女性の存在は体内の風紀を乱しかねませんしね。ですから私たち幹部のほか大使たちへも君の事情は話しません。屯所では何もしなくていい。部屋を一つやるから引きこもってろ。あれおかしいな。この子誰かさんの小姓になるんじゃなかったですか？いいか掃除。てめえは余計な口出しせずに黙ってろ。